皆さんごきげんよう。レースの木漏れ日からお送りします。まきちゃんです。前回は丁寧な暮らしということで、これでいいんだよ、これでいいんだ飯を作ったと思うんですけど、今日は楽しいご飯、ハンバーガーを作っていきましょう。お肉は常温に戻しておいてください。塩コショウとナツメグで味付けをします。皆さんはシェイクシャックをご存知でしょうか？ちょっと高級なハンバーガー屋さんなんですけど、フライドマッシュルームバーガーを頼んでくださいね。うまみが本当に暴力的なんですよ。遺伝子に直接アピールしてくる味ですね。めっちゃ好きなんですけど、やっぱりちょっと高いんですよ。まあ1人2000円ぐらいのちょっといいランチですね。でもなんか若い時にしか食べられない味してるので、皆さん今が一番若いので今食べに行ってほしいです。それで今回ちょっとマッシュルームは入れないんですけど、そのシェイクシャックのパンが本当美味しいんですよね。でもなんか何回か家で実験してて思ったんですけど、だいたいパンにバターをたっぷり吸わせたら再現できるなって感じでした。今日はそこまではシェイクシャックに寄せないんですけど、なんかシェイクシャックのお店に来た時のような気持ちのテンションになれるプレートを用意しようかなって思います。さて皆さんお気づきだと思うのですが、ここはなんとフライパンです。このフライパンでこねてそのまま焼いちゃえば洗い物が全然なくて済むんですよね。ちょっとダーティーなんですけど、意外と支障がないのでしばらくこれもありかなって思います。それではパンのサイズに合わせて丸めていきましょう。子供の頃ハンバーガーを頑張ってこねて作ってたんですけど、なんかいまいち美味しくできなくって、なんかほんと石みたいに硬い感じに焼き上がってて、もうハンバーガー作るのなんか全然得意じゃなかったんですけど、なんか最近ねうまく焼けるようになってきたんですよね。そんなにたくさんこねる必要もないなって思ってて、多分常温にちゃんと戻すことが大事なのかなって思ってます。パン粉とか卵とかつなぎもゼロで肉感のある、でもちゃんと柔らかいハンバーグが最近作れるようになりました。もうほんと常温にちゃんと戻すぐらいしかコツがないんですけど、半分明日の朝ごはんにとっとこうかなって思います。温め直すよりなんか焼きたての方が美味しいですよね。今回はジャンキーに行きたいので、挟むレタスは1枚だけにしよっかな。マクドナルドのフィレオフィッシュバーガーのチーズってすごく小さくて半分になってるのご存知ですか？あれが味のバランスが一番いいからそう提供されてるらしいんですけど、今回はそういうバランスでレタスは少しだけ、でもちょっとあった方が美味しい、
そんな感じでいこうかなって思います。ソースはオーロラソースとチーズをかけよっかな。蒸し焼きにして半分ぐらい火が通ったらひっくり返しましょう。フライドポテトも用意していきましょう。こちらは業務スーパーの冷凍フライドポテトです。ハンバーグ屋さんに出てくるカリカリフライドポテトを作ろうと思います。カリカリフライドポテトって言われてるやつは衣付きだそうです。なのでちょっと水で濡らして衣をつきやすくします。片栗粉と小麦粉を半々ぐらいで衣を作ります。後で分かったことなのですが、カリカリポテトをやる場合はもっと頼りないぐらい細いカットのポテトでやった方が衣を楽しめたかもしれないです。このくらいの太さだとまだホクホクって感じでした。180度で温めておいた油で揚げていきます。電気タイプのフライヤーを使うと温度が簡単に一定になるし、蓋を閉めちゃえば危なくないので本当おすすめです。パティが焼き上がりました。ここに溶かしバターを加えてこの汁をバンズに吸わせます。ところで皆さん、パンが英語じゃないのはご存知ですか？丸い感じのパンを英語ではバンっていうみたいです。メロンバンとかカレーバンとか。パンはそもそもポルトガル語で、ラテン語のパニスから派生したみたいですね。英語でパンっていうとフライパンとかになっちゃうみたいです。今回はこの美味しそうなパンをバンズにしたいと思います。全然ハンバーガー向きじゃないんですけど、ただひたすら美味しそうだったんで買ってきました。パティの肉汁と溶かしバターをパンに吸わせていきます。油が全部吸われました。焼き目がついたら OK です。ポテトも見ていきましょう。パカッ、はーい OK。 最後にミッドタウンで買ってきたトリュフ塩をかけて完成です。トリュフ塩いつも1000円ぐらいしてて高くてなかなか手が出なかったんですけど、この間600円ぐらいかなで売ってて慌ててゲットしました。すごく完全にお酒飲みっぽいんですけど、トリュフ塩だけでお酒飲めますね。盛り付けましたら完成です。こっちは昨日の朝ごはんの残りのパインです。ディズニーランドのご飯みたいじゃない？わかんないけど。皆さんも日常に彩りを添えるプレート作ってみてください。それではごきげんよう。